多くの新人トレーナーの心に深い傷を負わせたトラウマトレーナーたち。今回はそんなトラウマバトルをランキング形式で紹介していくぜ。ついにやったわよ、マリサ。お、レ夢ム。一体どうしたんだ？ポケットモンスターソードシールドでガラルチャンピオンになったのよ。今の私に怖いものなんて何もないわ。それはおめでとうレ夢ム。苦戦したバトルとかはなかったのか？ルリナが手強いって聞いてたけど、私は最初の3匹でサルノリを選んでたから難なく勝つことができたわね。確かにルリナのかじり亀は強敵だな。ねえマリサ、私の相手になるようなトレーナーっているのかしら？私をうならせるようなトレーナーがいるならぜひとも教えてほしいわ。安心してくれレ夢ム。ポケモンの世界には数多くの凄腕トレーナーがいるんだ。今回は新人トレーナーたちに心の傷を負わせた、トラウマバトルを紹介していこうと思うぜ。わあ、それは楽しみね。第7位は BW の4人目のジムリーダー、神連れだぜ。電気タイプの使い手ね。水タイプの御三家を選んでなければ楽に勝てそうだわ。ところがそうはいかなくて、エモンガとゼブライカが使うボルトチェンジが序盤の割に威力が高くて厄介なんだ。でも草タイプなら半減できるわよ。スタージャを使えばいいわ。確かにボルトチェンジは半減できるけど、エモンガのツバメ返し、ゼブライカのニトロチャージで弱点を突かれるんだぜ。御三家だけで勝つのはちょっと厳しいかもな。そうなのね。攻撃される前に倒せないの？エモンガとゼブライカの素早さ種族値はかなり高くて、このポケモンたちに先制することは難しいんだ。種族値っていうのはポケモンごとに決められている能力値のようなもので、ラッキーの HP が極端に高かったりするのは種族値が関係しているんだ。ぐぬぬ。なかなか厄介な相手だわ。まあ地面タイプを使うのが手っ取り早いな。ブラックホワイト2ではリザートデザートで目黒湖の他に、サンドが出るようになってて、地面タイプの選択肢も増えてるぜ。神連れは攻略方法がはっきりしてる強敵って感じね。6位はゴーストタイプの使い手松葉だ。金銀のジムリーダーね。悪タイプってこの世代から追加されたのよね。その子たちを使えばいいんじゃないかしら。その通りだ、レ夢ム。金銀から追加された鋼、悪タイプはゴーストタイプの技を半減できる。問題なのは、新タイプのポケモンを手に入れるのが難しいことだ。せっかく追加された新タイプなのにゲットするのが難しいの？演授してまでに捕まえられる鋼タイプはコイル、フォレトスの2匹だ。2匹しかいないの？しかもクヌギ玉はレベル31で進化だから、この時点でフォレトスを持ってる人は少ないと思うぜ。じゃあ悪タイプはどう？ EV をブラッキーに進化させる以外、この時点で入手できないぜ。進化方法は金銀から導入された夏木戸進化で、情報が少なかった当時、演授して前に進化させられた人は少なかっただろうな。ブラッキーって夜進化だから、A フィにした人も多そうね。だからゲンガーの攻撃を半減するのは難しいんだけど、一番の問題は催眠術だな。催眠術？嫌な響きね。最長7ターン行動不能な上、催眠術プラス夢食いのコンボを食らうと一気に HP ゲージが逆転してしまうんだぜ。それは絶望するわ。事前にスピーダーとかで強化しておくっていうのはどうなの？ゴーストが呪いを覚えてるからそれも難しいぜ。眠気覚ましを大量に購入しておくのが有効な対策だな。ちなみにハートゴールドソウルシルバーでは夢食いが不意打ちに変更されてるんだぜ。ということで6位は金銀より松葉を紹介させてもらったぜ。第5位は初代ライバルの3戦目だぜ。手持ちポケモンはあんまり強そうじゃないわ。レ夢ムの言う通り、手持ちがめちゃくちゃ強いってわけじゃないんだけど、前触れもなくライバルが登場して戦闘になるんだ。突然バトルになるの？ああ、そうだ。花出しての北部に向かおうとするとバトルになるぜ。お月見山で疲弊したポケモンを回復させずに向かって、トラウマになった人は多いはずだぜ。突然バトルになったら事務戦と違って戦闘前にレポートが書けないわ。負けると最後に利用したポケモンセンターまで戻されて、お月見山をもう一回攻略しないといけなくなるんだ。お月見山はエンカウント率が高くて抜けるのが結構大変なんだぜ。万全の体制なら勝ててたのにと思うとめちゃくちゃ悔しいかもしれないわ。負けた時にリセットするか悩んだ人はたくさんいると思うんだぜ。ということで初代ライバルが第5位だぜ。第4位はルビーサファイアから一般トレーナーを紹介させてもらうぜ。それがエリートトレーナーの八重子だ。手持ちポケモンはミロカロス1匹？こんなのどう考えても余裕よ。いや、八重子とのバトルは全滅もあり得るんだ。どういうことなのか説明してもらおうじゃないの。八重子がいる120番道路は雨が降っていて、水の波動が威力135にも及ぶ技になってるんだぜ。それってどのくらいの火力なの？当倍ならほとんどのポケモンが一発か二発でやられるぐらいだな。とんでもない火力ね。じゃあさっさと倒しちゃいましょ。ミロカロスは耐久値が高く、一発で倒すのは難しいぜ。
弱点をついても第3世代の電気、草タイプの技は特殊扱いだしな。8つ目のジムリーダーミクリの切り札がミロカロスなんだけど、技構成もほぼ同じなんだ。八重子ってもしかして強い？雨が降っていて強化されている分、ミクリより厄介かもしれないぜ。野良トレーナーなのに回復の薬も使ってくるしな。そんなのずるいわ。あまりの強さにエメラルド版で八重子の手持ちは闇ラミに変更されてるんだけど、オメガルビー、アルファサファイアではまたミロカロスになっているぜ。一部草技電気技の物理化、メガ進化があるから当時より倒しやすくなってるとは思うぜ。かつてのトラウマがリメイクで復活したということね。野良トレーナーにあるまじき強さの八重子が堂々の4位だぜ。3位は水タイプの使い手霞だぜ。ポケモンのレベル、技の威力は大したことなさそうに見えるけど、霞の強さを語るには初代ポケモンの仕様から説明する必要があるぜ。まず、初代では特攻と特防が特殊にまとめられてるんだ。スターミーの特殊の種族値は100だから、今よりも特防が15高い計算になるな。ふむふむ、でも合計種族値で見るとそんなに強そうに見えないわ。恐ろしいのはここからだぞレイム。初代は急所率が素早さの種族値に依存していて、こんな計算式を使用しているんだ。スターミーに当てはめると急所を引く確率は 22.4% だ。22.4% って、高すぎない？しかもこの時代の急所はダメージ2倍だから、バブル光線が急所に当たれば致命傷だぜ。昔はそんな仕様だったのね。草タイプで半減しつつ戦うのはどう？それは確かにありだ。24番道路、25番道路では謎の草、まだつぼみが出現するしな。でもきっちり育てないと、バブル光線で押し切られるだろうな。じゃあ電気タイプは？時輪の森で捕まえられるピカチュウは、特殊種族値が低いからバブル光線の餌食だぜ。霞が強いのもあるけど、スターミーに有利なポケモンがあまりいないのね。ゼニガメか不思議種を選んでいればそんなに苦戦することはないんだけどな。人影を選ぶとたけし、霞は2大トラウマジムリーダーだ。今回は高い急所率がトラウマの霞を紹介させてもらったぜ。第2位はルビーサファイアのライバル戦だ。橋の下のライバルとも言われる有名なバトルだぜ。なんでそんなに有名なの？水五郎を選んだ人にとっては鬼門だからだ。鬼門？どういうこと？簡単に言うと沼九郎の4倍弱点を10トルに疲れるバトルなんだ。スイトルの追加効果で HP が全回復するのもトラウマ要素だぜ。新たに得た地面タイプが足を引っ張るのね。対策するには110番道路で 10% の確率で出現する極輪化。船で戻った先の草むらに出現するツバメを捕まえる必要があるぜ。第3世代は特性が追加されて、物拾い要因のジグザグまで、手持ちを埋めてた人も多いだろうから全滅した人も多いだろうな。じゃあ当然リメイク版のオメガルビー、アルファサファイアでは弱体化されたのよね？いや、スイトルがメガドレーンになってて強化されているんだ。だから沼九郎だけで勝つのはより難しくなってるぜ。いろんなタイプのポケモンを育ててほしいっていうことなのかもしれないわね。はい、R1 位はみんな大好き茜のミルタンクだ。これは私も聞いたことあるわ。お、レイムも知ってたか。公式が思い出のシーンとして挙げているくらいだからな。ミルタンクの転がるがやばいのよね。5ターン経つか攻撃が外れるまで威力が2倍になるって効果で、ポケモンが次々にワンパンされていく光景はトラウマものだぜ。大切に育てたポケモンがやられていく姿は想像するだけで辛いわね。転がるは第2世代から追加された技だから、技のタイプもわからないし当時のプレイヤーは焦っただろうな。へえ、転がるってこの時期に追加された技なのね。他の技はどうなの？御三家にぶっ刺さるメロメロ、強力なタイプ一致技の踏みつけ、回復技のミルクのみだぜ。ステータスも優秀で隙がないんだ。まるで不沈感ね。マリサ、ミルタンクはどうやって突破すればいいの？大まかに対策は2つあって、1つ目はレベル差のゴリ押しだ。耐久が高いといえど、レベル20だからな。25レベルぐらいまで御三家を育てておけばなんとかなるぜ。2つ目は筋肉だ。筋肉？小金百貨店の5階にいる男の子がスリープとワンリキーを交換してくれるんだぜ。そのワンリキーのニックネームが筋肉なんだ。ミルタンクの弱点をつけるし、性別がメスだからメロメロも効かないぜ。確かにワンリキーがいれば攻略がはかどりそうね。でも手持ちにニックネーム筋肉のポケモンがいるのはちょっと嫌だわ。レイムの気持ちはよくわかるぜ。ポケモンには好きなニックネームをつけたいし、ワンリキーはオスの方が似合うしな。ただこの後のジムのみかん、柳に弱点をつける貴重な格闘タイプでもあるんだ。そうなの？実は金銀で使える他の格闘はバルキーとその進化系、マンキー、ヘラクロスしかいなくて、ヘラクロスはなかなか格闘技を覚えないし、バルキーを入手できるのは結構終盤なんだ。マンキーに至っては金版しか出現しないんだぜ。金版は特に格闘タイプの入手が大変なのね。ちなみにリメイク版でミルタンクはどうなったの？
技構成はそのままだけど特性の肝っ玉が追加されて、ゴーストタイプに踏みつけが当たるようになった上に、ラムの実を持ってるぜ。ラムの実まで持って、ますますガチになってるじゃない。ああ、だが他のポケモンも特性を得て強化されてるぜ。筋肉に限った話をすると、ケタブリが威力50から体重依存の技になって、ミルタンクに威力80で通るからむしろ勝ちやすくなってるかもな。金銀はリメイク後も筋肉推しなのね。筋肉の良さを知ってほしいのかもしれないな。というわけで1位はみんなのトラウマミルタンクだぜ。今回はトラウマバトル、初見殺しのトレーナーについて紹介したけど、レイムどうだった？いろんな種類のトラウマバトルがあって面白かったわ。特にアイコはモブなのに強いのが印象的だったわね。他にもトラウマバトルがあったらコメントしてくれると嬉しいぜ。今回紹介したバトルがトラウマになってる人は高評価を。ここで紹介できなかった強敵のモブトレーナーについては、今後動画化を予定してるからチャンネル登録もよろしくな。ご視聴ありがとうございました。